はい、始まりました。今日は、リクエストの回になってるんですけど、これはまあそんな待たれてないと思います。多分大丈夫だと思います。なるほど。結構あんまつい最近ぐらいのリクエストなんですけど。大丈夫ですか？なんかつい最近とか、そもそもリクエストのカード自体をつい最近とか言ったらやばい人になってないですか？これ最近のカードじゃないですか、これ。シンクのちぎり。シンクのちぎりはね、2年ぐらい前のカードなんですね。昨日ぐらいの話ですよね。今日は天使の拳トーレンズになりますね。はい。こいつをやってきます。はい。つい最近のカードです。いや、もう落ちそうなカードですから、本来は。いや、1年飲みました。まあ、こいつの能力を説明させていただきます。はい。こいつはセレズニア3マーで22のクリーチャーなんですけど、訓練を持ってまして、いちいちカウンターが乗るというのが訓練。訓練、大丈夫。説明しなくて大丈夫。訓練の部分はね、誤差忘れといていい。で、あなたがクリーチャー呪文を唱えるたび、訓練を持つ、未了症の11の人間兵士トークンを、1体生成する。はい。訓練持ってますよ、こいつ。持ってます。一応持ってますが、EJC には誤差なんで、忘れといてもいいぐらいです。本当ですか？俺重要だと思うんだけどな。で、まあ、それで、要は、クリーチャー呪文をどんどん唱えてって、トークンを横並び展開していくという、まあ、そうしろと書いてある。はい、デッキになります。で、大体デッキレベルは、7ぐらいの、想定で考えてきました。はい。で、どんなデッキになるかと言いますと、まず、クリーチャーを横並びしていくということで、まずマナクリですね。とりあえず1番のマナクリ全部入れるということで。まあ、プレイヤブルなのは全部入れるでしょう、ほぼ。使えるやつを全部入れるという感じで、1番のマナクリをいっぱい入れて、まあ、ランプしてって何をするかと言いますと、もう最終的な勝ち筋をまず発表するんですが、はい、まあ、とりあえず皇帝のビヘモスですと。はい、もう素出ししますと。はい、素出しできるぐらいのランプしたいなっていう。はい。ということで、もしくは、エルシノン。はい。まあ、もう似たようなもんだと。これが、この2パターンが、要は勝ち筋になってまして、はい。まあ今、1番のマークで展開していくって言ったじゃないですか。はい。展開していくことによって、この訓練を持つ、トークンが、いっぱい出てくるわけじゃないですか。はい。まあ、後から出したら。はい。なんで、それで横並びができるはずなんで、横並びいっぱいして、殴って、勝ちましょう、という形になってます。はい、ノーコンボですね。ノーコンボ、ノーコンボです。ミドシロのコンボはもう積まないと。そうですね、一応ないみたいです。積まないことで、だから5、6というわけではなくて、一応、まあ、皇帝のビヘモスは7だろうということで。一応明確なゴールがありますから。そうですね、一応、まあ、1枚コンボのなんで、まあ、ナチュラルオーダーと破滅の終焉でも一応、察知できますよ。ということで、ですが、まあ、一応、まだ、その2枚にたどり着くことは容易ではないと。いうことなんで、まあ、1枚コンボではあるんですが、ちょっと遠い未来ではあると。はい。いう形で、遠い未来ではあるので、まあ、結局その終着点に向かって、どうやってアプローチしていくかと。そうですね。いう話にはなるということですね。なるという形なんですけど、大体まあ、7ぐらいに設定したので、上のタクと戦う場合は、まずその、ヘイトベアをどれぐらい置くかっていうのが、まあリクエストされた方もどれぐらい置いたらいいのかっていうことで悩んでらっしゃったみたいなんですが、このデッキのポイントとしては、ヘイトベアをどれぐらい置くのかっていうのがこの動画のポイントになってくるんですが、まず、クリーチャーでない、妨害のヘイトベアっていうのがありまして、まあ、もちろんクリーチャーを妨害するカードもあるんですが、例えば、思いつくのが、法の定めとかあるじゃないですか。法の定めは、こっちは、テーマ内域のクリーチャーを連打していくつもりなので、まず採用しないということになります。で、あと、まあ、チップ系、
唇フェアリーだったり、静寂をもたらすものでしたっけ、チップ系を封じるやつも皇帝のベヒモスの兼ね合いで、やめとこうということで、最終的に、サリアのような、ノンクリーチャースペルを重くする呪文というのが何個かありまして、例えば、サリア以外で言いますと、ブリンの欲場というカードがあるんですけど、これは同じようにクリーチャーでない呪文を1コス多くするという呪文なんですけど、同じ能力で、輝きの乗り手というカードがあります。こういう、クリーチャー以外を重くするというヘイトベアは、入れた方がいいということで、クリーチャー、今の3枚はクリーチャーなんですが、アメトゲはどうですかね。アメトゲは悩ましい、微妙なところ。アメトゲ僕はいいんじゃないかなと思ったんですけどね。多分スロットの兼ね合いになってくる。なるほどなるほど。優先順位が下がると思います。クリーチャータイプの方が圧倒的に優先順位が上。そうですよね。だからクリーチャーでやってそのクリーチャーでない呪文を咎めるこの今の3枚は、かなりこのデッキとは相性がいいっていうことですよね。はい。であとはヘイト置物でいうところでいうと、英文の思考権者だったり、アウフであったり、ハンジであったりっていうカードは入ると思うんですけどね。定番ですね。はい。であともう一個ちょっと紹介預かったカードがあるんですが、戦争の、報い敵というカードになってまして、こいつは2マナのクリーチャー21ですべてのアーティファクトはアップキープの開始時に1マナ払わないと生贄に捧げるを持つ、という形でアーティファクトを咎める白のカードのクリーチャーだと。しかも、これがヘイトベアとしてはいいんじゃないかっていうことですよね。そうですね。デッキの方向性とは合ってる。当然マナクリ連打していく構成にしていくから、マナファクトかなり枚数的には多くない。多分0と1の強力なやつしか入れないんで、相対的には有利なはず。ですよね。であとはその他ヘイト置物でいうと、今軽いのを紹介してきましたけど、ちょっと重くなってくるとヤシャーンとか、あと3マーですけど、これレイデインはどうなんですかね。入りますかね。これもね当確ラインというか、入れるか入れないか悩むラインだと思います。一応ラスのターンを遅らせられるっていう。なるほどなるほど。このデッキの場合はやや重要っていうラスがねされるとね、ちょっとね、壊れますからね。あとヘイト置物でいうとリンバーラっていうのがあるんですけど、これは対戦相手がコントロールするクリーチャーのケア型能力が起用できなくなると。これもヘイト置物としていいんじゃないかということで、優秀なタイプですね。大体今ラスの話がちょっと出たんで、ラスの話するんですけど、一応このデッキラスされるととりあえず終わりだと。しょうがないですよね。でラスをかわす手段の話になってくるんですが、一番最もいいカードは最近出たカードで巧みな隠蔽というカードになるんですかね。これが、4マーのインスタントで召集を持っていて、で土地でないすべて望むパーマネントをフェイズアウトするという、これが一番いいカードになりますかね。一番はこれかこっちかどっちか。なるほどね。ガーディアン・オブ・フェイスというカードがありまして、これちょっと前のカードなんですけど、3マーのクリーチャーで俊足の3-2警戒、これクリーチャーだということが優秀で、フェイズアウトできるということで、この2枚フェイズアウトするっていうのがかなり優秀ですよね。フェイズアウトしないといけないんです。例えば、要はピッチのラス、白のピッチのラスを破壊になるやつとかだと、要は毒の濁流だったり、サイクロンリフト超過が、かわせないということで、一番採用率高いところがかわせないっていうだから一番採用率高いんだけどっていうだからそれをかわせないとまずいんでフェイズアウトした方がいいということになってきますかね。ただ当然自分のね、特に巧みな隠蔽の方はだけど、自分のサリアとかに引っかかって打てないみたいなこともあるんで、なるほどなるほど、悩ましいっていうところです。それでも入れた方がいいですよね、絶対。
一応相手のラスも1マナ重くなってるはずなんで、一応構えつつ相手をタウンに回すみたいな形になりますかね。で一応その中間に当たるもうテフェリーの防御というカードがあるんですけど、まあめちゃめちゃ逃走者界隈だと有名なカードなんですけど、3マナのインスタントでまあ全てフェイズアウトする、で負けなくなるっていう、ライフソウルは変化せず負けなくはなんないですね。負けなくはならない、だから自分でこれでフェイズアウト全部して、そしたらもう無抵抗じゃないですか。何もできないんですよ。ライフは減らないけど、対象にも取られないけど、相手が寿司握ってきたら負けるんですまあタクレベルによってはこれは採用してもいいんじゃないかということですよね。まあドローソの話しましょうか。ドローソの話で言いますと、当然横並び3将が、圧倒的に、いいと思うので、まあトスキと、まあ獣をささやくものの説明は大丈夫だと思うんですけど、まあ、トスキと同じのような能力で、まあオーランの氷牙っていうカードがあるんですけど、これも一応入りますと、いうことで、あとまあ白海の優秀なドローソースって言ったら調和の儀式っていうインスタントがあるんですけど、調和の儀式はまあこの単に出たクリーチャーやエンチャントのが1枚倍に出るたび1枚引くっていうカード、フラッシュバックついてるカードなんですけど、これはまあぐらいだったらドローソ入るんじゃないかと。でまあ横並び3将のカードは一応入りますかね。不死の典型とかどうですかね。不死の典型は、不死の典型ね、重いんだよね。まあ重いですよね。まあ一応オーランの氷牙はそのクリーチャーだからいいんじゃないかってことですよね。まあクリーチャーで、あとマナクリの話なんですけど、マナクリとにかくいっぱい入れた方がいいということの話だったんで、もうこれ基本的に1マナ、2マナの優秀なマナクリはもう全投入の勢いだと思ってるんだけど。なるほどなるほどなるほど。とにかくマナクリ入れまくる。優秀なのはだよ。ゴミみたいなマナクリはいらないからね、さすがに。まあ例えばカティルダとかっていう話なんですかね。2マナ域だとそうですね。2マナ域で要は採用できるマナクリっていうのは、複数点のマナが出ること。人間が好きな色が出るようになると。このクリーチャーの色のうち好きな色が出る。すいません。で、あともう一個マナクリで優秀なところで言うと、夢の円環のドルイド、これ洋蘭がついてる。これは3マナでは唯一採用できそう。洋蘭ついてますからね。で、まあ洋蘭ついてるっていう話で言うと、糸目の成長儀式がいいんじゃないかと。マナクリではないんだけど、これも裏にはなる。裏になりますよね、これ。裏にはなるでしょっていう。まあ当然洋蘭自体も入れますっていう。今だと洋蘭ちょっと高いっすね、このデッキ。あと一応横展開していくっていう兼ね合いで言うと、エーデリンっていうクリーチャーがいいんじゃないかっていう話になったんですけど、当然強いですよね。単純にパワーもでかいだろうし、そもそもアタックいたらそいつトークン3台出てくるから。そうですよね。横展開さらにできるんで、こいつそいつがアタックいかなくても出てくるんだよね、それ確かね。いや、こいつはアタックいかないとダメだと思います。あなたが攻撃する。あなたが攻撃するたび。なんだって。めちゃめちゃいいですね。出したターンにもだから出てくる3。なるほどなるほど。で一応最近のカードなんですけど、モンドラクどうなんですかっていう話を僕はちょっと尋ねなかったんですけど、これね、これまた優先順位的にはやや下がるけど、まあ多分入れるぐらいのレベル。多分入れるぐらいの。一応トークンが倍出てくるんで、いいんじゃないかっていう話ですよね。ただ4マナなんでね、出した頃にはもうその後後続でトークン出てくるようなクリーチャージもあんまりないんじゃないかっていう。でまあテーマナ域の、クリーチャーを入れたらこのデッキいいということで、一応1マナの優秀なクリーチャー紹介していきます。1マナまあエスパーの星は当然入ると、エスパーの星はありますよ。でアロサウルス街いいんじゃないかとおっしゃられてまして、アロサウルス街一応緑の呪文が打ち消されなくなるんでこれいいんじゃないかと。で1マナはセラの後遺層、これが抜群に殴ってくるんだったらセラの後遺層だろうと。そりゃそうですね。で一応守る上でルーンマザー、これまあこれ系のカードなんですけど、いっぱいあるじゃないですか。いっぱいあるっていうほどいっぱいないんだけど、まあそんなないか。確かにルーンの与え手と、あとダニーがいますよね、とかいるからと、一応ルーンマザーは自分自身も守れるので、こいつぐらいだったら採用してもいいんじゃないかと。
これ系では一番強いと。一番強いと。で、1マナで言うと、クイーンイリオンレンジャーが、一応出し入れできるカードとして、クイリオンレンジャーは出し入れできないです。できないか。森を戻すだけなんです。森を戻すだけか。アシャヤがいないと出し入れできないんだもん。じゃあ、アシャヤいないとダメじゃないですか。だからそれはだから複数マナ出るやつをワンタップするのに使うだけですね。そうなんですね。なるほど、なるほど。はい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 。でまあ、この兼ね合いでアシャヤ入れるのはどうなんですかっていう質問をしたかったんですけど、アシャヤ入れるのはちょっと微妙だと。方向性には合ってない。まあなるほどね。一応コンボではあるんだけど、オープンしてね。オープンして無限トークになって、だからどうしたんだっていう。だから一応クイリオンレンジャー自体はいいんじゃないかなっていうことですよね。マナクリを起こす兼ね合いでいいかもしれないけど、アシャヤコンを積むかどうかはちょっとあんまり強くないと思うんだよね。なるほどなるほど。もうあれ積むんだったら超の中心入れて、そのターンで終わるとか、そうですよね。無限トークンをサクってなんか点数に変えるとかしない限りはちょっと。まあそうするよりもどっちかっていうと横並びで殴っていった方が強いんじゃないかっていうことですよね。そう思います。で、まあ今言った話の兼ね合いで、まあ大体紹介し忘れたカードがおすすめの面白いカードが3枚あるんですけど、まあまずオーラの破片。はい。これはバイクリーチャーが出ると実茶できるっていう、これデッキだと置物実験許さなくなるっていう、相手の置物なくなるぞっていうこれいいんじゃないかということで、まあこれはいいですよね。あと僕が最近ハマってる一番おすすめのカードがあるんですけど、ラグ・オブ・スマザリングっていう名前がよくわかんないこいつはねやばいですよ。こいつは無色3マナで13の飛行なんですけど、1個呪文を唱えるたびに1点ライフを失う、そのプレイヤーが唱えた呪文1つにつき1点ライフを失うんで、2個目を唱えるとそのプレイヤーは2点ライフを失うという、これライフを削るストームをちょっと防いでるんで、そうですね、無限ストームを防げます。大丈夫ですよ。これ自分も食らいますよ、こいつ。自分も食らいます。まあ食らっても大丈夫でしょこの駅本当に1マナ連打するっつってんのにやばいぞ確かにやばいぞ。いや大丈夫でしょ。大丈夫です1万連打して、いやこれ3万なんで1万連打して3万で出せば最後、でも相手のデッキを止めるっていうのは結構でかいと思うんで、まあ一応採用圏内、まあ面白カードなんでそうね。あともう1枚僕はどうしても紹介したかった面白カードが1枚あるんですけど、いいですかこれ紹介させて。いいですか一応ティームさんにはそれダメだって言われたんですけどどうしても紹介したくて、スターライトスペクタキュラー合ってますかっていうカードなんですけど、アンフィニティのカードで、これ前も紹介しただろこれ以前も紹介したことあるんですけど、これ能力紹介してもらっていいですかだからパレードするんです。パレードするんですけど、スターライトパレードなんですけど、スターライトパレードなんですけど、だからまずこの戦闘の開始時に隊列を組みますと、要は簡単に言うと、4万のエンチャントです。4万のエンチャントです。隊列を組みまして、並びましたと。で一番その列の前に並んでるやつ分だけ修正かかるんですよ。なるほほど。一番前に立ってるやつは00修正。00修正。はい。その次に立ってるやつはプラ1プラ1修正。その次はプラ2プラ2修正と。20番目に並んでるやつはプラス19、19修正と。なぜかマジックのタクで縦に並び出すっていう。管理できねえんだこれ。これは例えば4体クリーチャーを唱えて、トーレンズがいて4体唱えたとしたら5体並んでて、4体増えるんで9体なわけじゃないですか。で9体の状態でこれを打つとややこしい。まあややこしい大体44修正とか55修正になるわけじゃないですか。平均でね。平均で。まあ強いんじゃないかなと思うんですけど、どうですかね。ダメですかね。ちょっとね弱いと思うんだよね。だってかなりの数いかないと点数がそんなに上がらないんですよね。なるほどね。まあそんな強くないんですじゃないかと言われましたが、ただこのカードのいいところは、出たらめちゃめちゃ盛り上がります。これ間違いないです。でかいやつから順番にブロックするしかないから。そうこれめちゃくちゃ盛り上がること間違いないんで、このカードを入れてほしいなっていう僕の希望で
なるほど。はい、この、はい、デッキ紹介は以上となります。何か紹介し忘れたことありますか？大丈夫ですか？大丈夫です。はい、じゃあ以上で今日の動画は今日の動画は以上になります。はい。おしまい。